皆さんよくね、マネ指を改善しようとして、こうやってね、ぐーっとストレッチしているかもしれないですけど、全く効果がないですよ。これを10回いきましょう。2、3、4、5。こんな感じです。たった毎日10秒繰り返せると、いい手の動きができますからね。門下生の皆さん、ようこそ。山内です。今回は辛い指の痛みやしびれを改善する山内流ストレッチ、中腰筋と股関筋のストレッチを伝授します。スポーツや指をよく使う仕事の人に多いバネ指、実は更年期の女性や出産後の女性の方にも多く見受けられます。強い力で無理にこうやって指を戻そうとすると、バネのように跳ねて断髪音までするようなバネ指、放っておくと注射をしても改善しないレベルまでなってしまうので注意が必要です。放置しているうちに少しずつ症状が進行してしまうので、できるだけ早期にケアして改善することが必要となってきます。そこで今回はバネ指がひどくなって手術を必要とすることを避けるためのセルフケア、手の整体をお伝えします。簡単な動きで誰もが真似できる山内流でいうところの初級のセルフ整体です。バネ指はこの手の痛み、しびれが起こるのは大きな特徴ですけど、それだけではなくて放っておくとこの肘の痛み、もしくは首こり、肩こり、頭痛まで引き起こすので、しっかり手の運動をしっかりケアしていくことが重要になっていきます。皆さんよくバネ指を改善しようとしてこうやってぐーっとストレッチしているかもしれないですけど、全く効果がないですよ。これバネ指の本当の原因に全くアプローチできていないからなんです。また巷の病院や整体ではバネ指の本当の原因にアプローチできているところはほとんどいません。ですので山内流のこのバネ指のアプローチでは必ず最初に行っておくべき運動があるんです。まずここで簡単に手の関節についておさらいしておきましょう。ここでこの手の関節、この中指でちょっと見ていきましょう。一番上のこの指先、この曲がる関節ですね。これが第一関節。そして2番目ですね。これが第2関節。そして次の関節。この関節を MP 関節って言います。まずこの3つの関節を頭に入れておいてください。そしてバネ指っていうのはこの第1、第2関節に問題が起きるのではなくて、手の上の方の MP 関節、ここの腱とその腱を取り囲む鞘がくっついてしまって炎症を起こしてしまって、さらにその炎症後、その鞘が分厚くなってしまって、その結果その鞘の中を腱がこうやって滑走できなくなります。結果痛みを引き起こしたり、こうやって滑走できないからパンって断髪音が響いたり、あとは可動域制限が起きたりするんですね。現代の人間は MP 関節を単体で動かすっていう行為がなかなか少なくなってしまっているんですね。そこでこの MP 関節を単体で動かす筋肉にはどんな筋肉があるかっていうと、それが中腰筋と股関筋です。このイラストのように中腰筋と股関筋っていうのは手の骨の両サイドに存在している筋肉なので、主内在筋とも言われるんですけれども、特に中腰筋っていうのは主関節をこうやって背屈した時に効率よく働きます。そして股関筋っていうのは主関節を小屈した時に効率よく働きます。なのでその特性を生かして今回一緒に運動を実践していきましょう。また先ほどもお伝えした通り、できるだけ指先を動かす筋肉、つまり伸縮筋や線縮筋っていう指先を動かす筋肉をできるだけ働かせずに、この中腰筋と股関筋を働かせたいので、そのあたりも注意しながらお伝えしていきますね。バネ指改善の仕組みは3つ。1、主内在筋、つまり中腰筋、股関筋の働きが低下して腱と鞘がくっついて痛みを引き起こしている。2つ目、中腰筋、そして股関筋の働きを活性化させる。3、結果 MP 関節付近のくっつき、癒着が解消して痛みが改善して動き、断髪音、バネ指が改善するという仕組みなんですね。それでは早速やっていきましょう。まず操作方法として2種類あります。中腰筋にアプローチする場合は主関節を背屈いで、そして股関筋にアプローチする場合は主関節を小屈いで行っていきます。またできるだけこの線縮筋っていって第二関節を曲げる筋肉の働きも参加させたくないので、こうやって手のひらを前に向けて手の操作を行っていきます。それではまず1つ目は
中腰筋に対するアプローチを行っていきます。1つ目、手のひらを前に向けて主関節をね背屈します。そして2つ目、第1第2関節をしっかりこうやってね曲げ切りましょう。ちょっと斜めから見せるとこんな感じですね。3つ目、さらにねこの3番目の MP 関節をしっかり第1第2関節を屈曲したまま MP 関節もしっかり伸ばしてあげましょう。そして4つ目、このまましっかりね第1第2関節を屈曲、最大屈曲位にしたまま MP 関節だけをね屈曲していきます。いきますよ。1、これを10回いきましょう。2、3、4、5、6、7、8、9、10。もしねこの指をね曲げ切ると指が痛いっていう方は、この別法としてこの状態、第1第2関節は伸ばしたまま MP 関節だけ屈曲しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こんな感じです。たった毎日10秒繰り返せるといい手の動きができますからね。続いて股関筋に対するアプローチに行きます。1つ目、手のひらを前に向けて、今度はね主関節を小屈、こんな感じで、だらーんと垂らします。そして2つ目、第1第2関節をしっかり曲げ切りましょう。最大屈曲位。そして3つ目、この状態でまずね MP 関節だけを伸展しましょう。この時しっかりね手首はね曲がってますよ。でこの状態から10回かけて MP 関節を屈曲していきます。いきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。指はねしっかり曲げ切った状態で固定しておくと、ここにあるね前肢屈筋や伸肢屈筋が働かないので、この主内在筋であるここのね股関筋や中腰筋だけが働いてくれて、結果ここのね MP の上のところにね付着している腱と鞘のねくっつきが解消されて、バネ指が解消されていきます。ぜひ皆さんねこの状態で実践してください。またね先ほども行った通り、やはり指の曲げがねきつい方はこの股関筋も MP 関節だけ、第1第2関節は伸ばして MP 関節だけを曲げる、この運動を行ってもしっかり主内在筋を活性できますので、これを続けてください。私自身ね最近ゴルフのね練習ラウンドに行ったり、パソコンそしてスマホ使ったりしてね、やっぱりねどうしてもね指先を使いすぎています。なのでその後ねしっかりこの MP 関節の運動、つまり中腰筋と股関筋のね運動をすると、すごくね手だけじゃなくてね腕、首全体がすっきりするので、ぜひね皆さんも一緒にねやっていきましょうね。このセルフ整体のポイントは4つ。この4つ1つでも外すとね効果がなくなってしまうので気をつけてくださいね。まず1つ目、中腰筋に対するアプローチの時は背屈位、そして股関筋に対するアプローチの時は小屈位で行ってください。そして2つ目、第1第2関節、これらをねしっかり屈曲位に保ってください。操作中これがね緩んだりすると、第1第2関節、前肢屈筋や伸肢屈筋の筋肉の運動が加わってしまいますので、しっかり握り切った状態で行ってください。またねこれが難しい方はこの状態しっかり伸ばしきったままこういう運動をしてください。第1第2関節は伸ばしきったまま MP 関節だけを動かす、これをね意識してくださいね。そして3つ目、しっかり曲げ切った後、この後ねこう曲げ切るとねどうしてもこの MP 関節はちょっと曲がってしまいますので、少しだけね MP 関節を伸展位に戻した状態から屈曲させるようにしましょう。そうするとね運動効率がね上がりますので。そして4つ目、操作中ね、例えば股関筋に対するアプローチをするときは主関節をね小屈位でやっていますけど、これ手の運動に集中しているとどんどん手首が動いてくるので、しっかり手首はね同じ位置で固定したまま行ってくださいね。また手のひらはねしっかり前に向きながら行ってください。これもね守っていくようにしてください。以上のね4点を気をつけながら行っていきましょう。毎日たった20秒行うことが健康への秘訣ですからね。ここまで見てくれた門下生のみんなの高評価、そして応援コメントが私の最大の励みになります。私と一緒に健康になっていきましょう。痛みに関する質問ややってみた感想などコメント欄で教えてくださいね。それではまた次回。